はお時間いただきありがとうございます。お願いします。私たちブルックリンビューティーファッションラボというのが、日本とニューヨークをつないで日本文化の魅力を海外に発信するという活動を行っています。今回は J-POP の強さを海外に発信するっていうテーマのもと、国内外で注目を集めているムックの皆様にお話を伺えたらと思っています。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。まず簡単にバンドについて自己紹介をしていただけたらと思っています。ムックのギターのケンイチです。ボーカルのさくらです。ドラムのたかしです。僕たちムックは2022年の5月に、福岡県で、日本の福岡県で、結成しまして、今もメンバー全員が福岡県在住で活動をしてて、ドラムのたかちが、トラックメイクも担当してて、作曲担当と、朝倉がその上に歌詞とメロディーを入れるっていうのがムックの基本的な制作スタイルでやってます。ありがとうございます。福岡で結成されたということで、簡単にバンドの成り立ちというか、どういう経緯でみたいなことについても伺えたらなと。そうですね。僕以外の2人、朝倉と高知が大学が一緒で同じ軽音楽部に所属してて、で、僕と高知は、このムクの前の前身のバンドも一緒にやってて、で、朝倉も、自分のバンドが別であって、それぞれ活動してたんですけど、まあ、それぞれの脱退とか解散とか活休とかが重なって集まったっていう感じで、最初は4人体制だったんですけど、今年から3人体制になって、まあ、新しく物語を始めていくという感じです。ありがとうございます。続いて、J-POP と海外っていうトピックでお伺いしたくて、僕の楽曲っていうのは、J-POP の中でも割と洋楽的なサウンドのアプローチとかもあるかなと思っていて、今の音楽性に至るまでに、国内外、問わず、影響を受けたアーティストだったり、何かジャンルとかあれば簡単に伺いたいなと思っています。もともとはなんて言うんだろうな。最初は国内の音楽を聴いてたんですけど、まあ徐々に洋楽にハマって、そこからなんか最初は洋楽のラウドロックにハマったんですけど、なんか一時期その洋楽のなんかロックバンドとかもすごいポップスをやってる時期があって、なんかその時に僕自身その洋楽のポップスにのめり込んじゃって、本当になんて言うんだろうな、洋楽の王道なもう本当にレジェンドじゃない、スーパースターと言われるような、本当にジャスティン・ビーバーとか、なんかエド・シーランとか、そういう本当に王道なポップスの音楽をすごく聴くようになって、そこからどんどんまた派生していって、いろんなジャンルの音楽、ヒップホップだったり R&B だったり、まあ、逆にまたロックだったりとか、いろんなジャンルを聴くようになりました。他の皆さんはいかがでしょう？自分はそうですね。洋楽も邦楽も。邦楽は最初の時は僕初めて、僕初めてはあんまり聞かなくなってしまったんですけど、でも日本語が素晴らしい方、それこそラッドウィンプスさんとか、日本語にすごい独特な表現を持つ方はなるべく聞くようにしてて、あとは洋楽ですかね。トロイ・シバンさんとかがすごい高校生からずっと好きで、あと何を聞くだろうか。1975ミクさんの楽曲としてもその洋楽的なところと今ちょっとおっしゃってた日本語的な J-POP 的なところっていうのをすごいバランスがいい、素敵だなと思っていて、何か意識されたりしてるところとかってあったりしますか？洋楽と邦楽のバランスみたいな楽曲制作において。でもなんか本当に僕自身キャッチーなものが好きで、そのキャッチーな音楽を追求するのと、あとはやっぱりそのリズムが気持ちよくてどんな場面でも聴けるみたいなのはすごく重視していて、でなんかそんな中で僕が作ったトラックになんか朝倉の歌が乗ると、なんかそれがすごいなんか独特の邦楽感というか和の雰囲気もなんかすごいいいバランスになって、なんかそれは本当に狙ってやるっていうよりかはなんか奇跡的な感じはしてて、その組み合わせがすごいハマってるのかなって思ってます。
あとは積極的に海外でこうライブ活動やられてると思うんですけれども、まあそのライブをした際であったり、あとは今 SNS で海外の方からのコメントとかあると思うんですけど、その反応で何かこう印象に残ったものとかあったりしますか？そうですね。ライブをした時に、やっぱり日本の方と自由さが違う。なんと言いますか、もう日本人の方は結構周りを気にしつつもステージを見るみたいな。だからこっちがリアクションをしてあげる、ここ声出すんだよってしてあげないと出してくれたりはあんまりしない。フェスとかだったら結構出してくれるんですけど、それが海外だったらもう自分の魂が踊った時にやってしまえみたいなのがすごい私は印象的に残ってますね。コメントはコメントは、去年、ワンピースのエンディング主題歌でザ・ワンという曲をリリースしたんですけど、その時はやっぱすごい国境を越えて、本当多くの人の耳に入っているという感覚がやっぱすごい大きくて、特に YouTube でのその海外のリスナーの方がこう、僕たちのミュージックビデオとか、そのワンピースのエンディングの映像を見て、リアクションを撮る動画とかが結構上がってたりしたんで、それはすごい嬉しかったです。アーティストさん的には、その声出しの時だけじゃなくて、もう常にやってもらった方がやりやすいとかあったりする？もう全部歌ってほしいぐらい。私の声を追い越すぐらいに歌ってくれたら嬉しいんですけど、でもやっぱり最近もなんか話題になってた、やっぱアーティストの声が聞きたいとか、そういうのもまあ分かる気持ちもしないことはないけど、でも私はその一緒にやりたい。自分たちはなんかそのまあ4人でパフォーマンスステージ上はするんですけど、やっぱりお客さんと一体になることが私は好きで、ライブ映像とかもよく見るんですけど、どっちかというとそのステージよりお客さんのリアクションを見ちゃう派なんですよ。なんで私はどっちかというと皆さんのと一緒に歌いたい。ありがとうございます。何かその日本とか海外で、まあ、今はこうフェスとかっていうリアルタイムなあれだったんですけど、楽曲の受け取られ方みたいなところで何か違い感じることってあったりしました？やっぱそのリズムで聴くか、やっぱその詩で聴くかみたいなのはすごく決定的に違うくて、やっぱそれこそさっきのワンピースの反応の動画とかも、なんかサビ前のスネアのロールとキックの四つ打ちが入ってくるタイミングで、うわー感じの反応の人が多くて、それってなんかすごい海外ならではだなって思って、なんか日本はどちらかというと、それこそ乗り方もサビで、なんかこう、頭でこう乗ってるイメージがあって、お客さんが。なんかこう、頭で乗りつつ、多分こうメロディーと歌詞をなんていうの、波みたいな感じで聴くような聴き方を日本人の人は多くやってるような、なんかそのライブの時の反応も見ててもそういう感じがするんですけど、なんかこう海外の人はやっぱキックとスネアと、まあそれに付随する、それにこう絡まるベースとギターとか、それこそシーケンスのいろんな音と、まあ歌のメロディーをなんかこうキックとこうスネアをこう中心にこうまとってるものを同時になんか全体を聴いてるみたいな聴き方をしてるような感覚はあります。なるほど。ありがとうございます。あとは、この J-POP だったり、日本人アーティストとして、まあ、国内外にこう音楽を届けていく上で、何かこれが強みだみたいに感じてる部分ってあったりします？それは、なんか多分、海外に刺さる音楽をってなると、そっちに寄せようっていう過程が絶対いると思うんですけど、なんか自分たちの場合は、ナチュラルに自分たちが作ってる音楽がそのまま評価されてるような感じがするから、なんかじゃあ海外進出しますって言って、その大幅な路線変更しなくていいっていうのはすごい強みな気がします。確かにマイクラッシュもすごい、海外でバズったという話を聞いたことがあって、そういうのも、そういった背景が。あれはリリースして1年後ぐらい。そうです。ちょうど1年後ぐらいに、急にインスタのリールで、うわーってなった記憶があるんです。そうやってリアルタイムじゃなくて、なんか SNS 特有の不確実なところというか、ことって結構ある。そうですね。ありがとうございます。
ちょっと続いてがトピックとしてちょっと変わってしまうんですけど、近年生成 AI がすごい活用広がってるかなと思っていて、で、ムクの皆さんもジェミニを用いて MV 制作されたりしてるかと思うんですけれども、で、あとは楽曲制作においてもなんかこう自動でトラック作るみたいなのも出てきたりはしてるんですと思うんですけど、こういうなんか AI の進化に対してこうどのように捉えられてて、で、その上でなんかこれはアーティストとして大事だみたいな思われてたりします。なんか作品がより人間味を求められる時代にはなってくるのかなっていうのは僕たちもすごい課題として感じていて、なんかこう今まではその作品そのものがなんかこうすごい商品だったような気がしてたんですけど、なんかこれからはその作品っていうものを AI が簡単にポンって作れる時代だとしたら、なんかそれを作るまでの過程だったりとかストーリーだったりとか、その人間の思いみたいなものをなんかこうそのより求められる気がしてて、なんかその完成されたものがなんかこういいものじゃなくなるような時代が来る気がとてもしてて、だからなんかこう自分たちじゃないとできないとか、それを作るまでのプロセスでこういう思いがあったとか、なんかこう自己紹介のための音楽になっていくような気がしてて、なんかこう作品ファーストからどんどん人ファーストの時代に絶対変わっていくだろうなっていうのはすごく今実感してて、でもう今もそういう流れが来てるような気がしてて、でなんかその中で自分たちはどちらかというと頑張って作って出来上がったものを今までは出して、これがあれば君たち伝わるでしょっていうやり方をどちらかというとしてきたんですけど、なんかこうそれじゃ楽しめない、それがありふれる時代になるから、なんかその過程を届けるみたいなことをちゃんとうまくできる人が残る気がしてて、そこはなんか本当に自分たちもとても課題だなと思っています。最近メイキングの映像をアップされてるのを拝見したんですけど、そういうのもそういう背景がある。そうですね、やっぱりその完成されたものっていうものにどんどんリスナーが耳が慣れてくるような気がしてて、やっぱそこにストーリーをつけるのを今後やっていきたい気持ちはあります。ゼミに用いた MV のところもちょっとお伺いしたくて、あれはこうどういう背景で行っていった？あれはその Google さんからなんかそのちょっとその AI を使ったミュージックビデオを作ってみないかっていうお話をいただいて、なんかそう僕たちのコンセプト的にもやっぱり AI って今まだ賛否両論あるとは思うんですけど、なんかこうどんどん新しいものに挑戦してなんかそれを取り入れていくみたいなのはなんかこう自分たちの音楽性とも合ってるから、とりあえず挑戦してみようよっていうのがなんか最初の始まりだったような気がします。なんか作っていく過程とか最後出たものを見てとかこう何か感じられたりしますか？テーマが超ダンスだったんで、自分たちはそのポージングはね、メンバーそれぞれこう1、2、3の動きでこう動きましょうみたいな振付師の方もついてもらって、それを撮ったのをそのジェミを用いてこうどんどん派生させていくみたいな。だから正直撮影してる時は全然そのどういう完成形になるのか全く想像がつかないまま進んでいった感じだったんで、だからその実際に完成した映像を見た時にこんなのあるんだみたいな、想像をはるか超えたアクロバティックな仕上がりになってたなって思います。ありがとうございます。ちょっと最後になるんですけれども、今後についてお伺いしたくて、これから国内外でどのような活動だったり展開を目指していますか？これからはなんかこう2025年はすごいいろんな結構その考えながら曲を作ったりライブをすることが増えたんですけど、なんか
2026年はもう一度なんかシンプルに自分たちが一番テンション上がるものみたいな、こう衝動で音楽をもう一回やろうっていう風に改めてなってて、なんかそれをどんどん自分たちが一番上がることを純粋にやっていく、無垢にやっていくみたいなのが今年の目標です。なんか割とその後の長期的な視点でこう海外に向けてとか考えられてたりします？海外のやっぱそのいろんなアーティストの新譜みたいなのはもうずっとチェックして、でなんかそれがどんどん好きになって、いつの間にか自分の体の一部になって引き出しになってみたいなのはすごくあるので、なんかこうそれを純粋になんかこれからもたくさんインプットして、それを好きになって自分の体の一部にして、それを本当にただ自分が好きなまま自分なりにアウトプットしてってやっていけば、徐々に海外からの認知も広がっていくのかなっていうような気がしてて、だからなんかこう戦略っていうよりかはインプットをもう今後もやめずに、シンプルに世界のあらゆる考え方の人が苦労して作った音楽を受け取って、それをなんか楽しむみたいなのを続けていこうかなって思う。ありがとうございます。では、質問以上になります。本日は貴重な、お話をいただきありがとうございました。ありありがとうございます。